いらっしゃいませ。また来てくれたのね。モッドやリソースパックをゆったり紹介するモッドラウンジゆかりへようこそ。ここでは週末の夜をちょっとゆったりお茶やお酒を飲みながら見ていただけるような緩めの紹介動画をご提供いたします。今日はバニラの村の改善やバリエーションを追加するモッドについてご紹介します。この動画ではモッドを導入することで村がどのように変化したり追加されるのかをじっくりと見ていきたいと思います。それでは早速始めましょう。アンダーグランドビレッジストーンホルム。地下にダンジョンのような回廊型の独特な村が生成されます。地上に入り口となる構造物があり、そこから村内部へと入ることができます。この入り口の構造だけでも複数種類あり、新たな村を探す時の楽しみであり、飽きさせない要因の一つになっています。例えば入り口は鉄の扉や鉄格子で封鎖されている場合もあれば、特に障害がない場合もあります。そして地下へは螺旋階段や水流エレベーター、はしごまたは飛び降り受水などバリエーションに富んでいるのもワクワクしますね。そして村内部は古き良き地下迷宮タイプの構造になっていて、散策するのも楽しくなってきます。ただし迷子になりやすいのがたまに傷ですね。迷いやすい人は地図モッドを導入して入村することをお勧めします。私の最近のおすすめ地図モッドはザイロスワールドマップとザイロスミニマップです。バージョンによっては日本語翻訳が不足している場合がありますが、日本語化リソースパックを配布しているので、ぜひ合わせて使ってみてください。さて、村の内部ですが、村人は普通に生活し、職業にもついていて、家畜や農作物も育てたりしているみたいですね。お日様の届かない地下でも照明があるおかげで問題なく育っているようですね。家畜も牛、ラマ、鶏など様々な種類が飼われているようです。もちろんバニラの村同様に全ての職人や家畜が揃っているわけではないようです。村によっては畑がなかったり、生成の関係で浸水箇所があったり、人の気配がなかったりもしました。部屋を見てみると個室もしっかり完備されているのが見えますね。独房のような部屋なのがちょっとブラックですが、見なかったことにしましょう。冗談です。しっかりとした個室もしくは相部屋も存在しますよ。そしてさらに雰囲気を増す存在がカタコンベと廃棄された区画の存在です。カタコンベは明るいですが、廃棄された区画は照明が存在しないため、モブがスポーンしている可能性もあります。建築デザインとテクスチャ、そしてシェーダーとの相乗効果でとてもいい雰囲気が出ています。このモッドはアンビエントサウンズ、フィジックスリマスター、プレゼンスフットステップスなどの音響系モッドを導入していれば、赤涼感や不気味さが増すこと間違いなしです。特に今回はテクスチャリソースパックにアラクリティを使用しているので、ちょっと暗めで良い雰囲気を醸し出しています。この地下の村モッドととても相性がいいように感じますので、あなたもぜひ試してみてください。ただ地下に存在するだけの村ではない、大変作り込まれているこの村モッドの存在は、マインクラフトにさらなる没入感を与えてくれることでしょう。80% アバンダンドビレッジス。放棄されたゾンビの住む廃村の生成率をバニラの 2% から 80% に増加させます。世界の雰囲気を終末世界に作り変え、よりサバイバル生活の厳しさを増す手助けをしてくれることでしょう。さらに難易度上昇系モッドと合わせて導入することで、より世界に暗い没入感を与えてくれそうです。それでは少しの間、この廃棄された村をご堪能ください。
使用しているシェーダーパックは廃棄された村をさらに陰鬱に盛り上げるヒステリアシェーダーを使用してみました。インサニティシェーダーの後継でフォトンシェーダーズをベースに作られているこのシェーダーはホラーやダークな雰囲気なモッドと大変相性が良いです。そしてその真逆の設定になるよう調整したコンプリメンタリーシェーダーズリーマジンを適用すると、まあこれはこれでありだと思いますが、気が抜けちゃいますね。はあ。ユージーンズ・ウェルシー・プレーンズ・ビレッジ。バニラの平原に生成される村を改善してくれます。外観だけではなく家屋に生成されるチェストも見直されていて、建物の大小と建物の特徴に合わせたアイテムや素材が収められています。例えばカートグラファー、製図家だと望遠鏡が乗った家に住んでいて、チェストの中身もそれにちなんだものが入っていたりします。そしてバニラの素材だけで構築されているため、後々不要になって削除しても特に問題がないところがいいですね。それではバニラからどのような変貌を遂げたのかを比較動画を使用し見ていきたいと思います。まずはじめはバニラの村、そして適用後の改善された村、続けて3例ご紹介します。次は夜景バージョンです。大幅に変わったように見えますね。画角を引いて見てみましょう。引きの絵で見ると違いがよくわかりますね。大胆かつ華やかな村の改造よりバニラの雰囲気を大切にしたい方にぴったりの改善レベルです。職業ごとに特徴のある建築とチェストの中身の変更、散策するだけでも楽しめるこのバニラに馴染んだ村をぜひ導入してみてはいかがでしょうか。クラフティージャパニーズビレッジス。桜のバイオームに日本風の構造物を追加します。鳥居と池、石畳、東屋、高くそびえる七重の塔。村人が塔に住んでいるので一応村になりますね。塔にはエンチャントテーブル、醸造台、チェスト、金ブロック等もあり、初期スポーン付近に存在すれば最初の仮拠点にも使えそうです。塔の6階には TNT が設置されているため、うっかりやらかさないように注意してくださいね。構成ブロックもバニラの素材のため、バニラの雰囲気を壊さないのが嬉しいですね。構造物が何もない桜だけのバイオームも素敵ですが、たまにはこういった趣のある構造物を導入してみるのもいいものですね。クラフティーズバンブービレッジス。竹林バイオームに趣のある歩道とパンダの飼育エリア、村人の巨大石像や遺跡などを生成します。バニラのとても歩きにくく竹しかない竹林バイオームがさらにデコボコして散策のしがいのあるエリアになりました。道の途中では普段あまり見かけることのないパンダたちが飼育されていて、まるで動物園に迷い込んでしまったかのようです。遺跡では隠し通路や罠のギミックとともにチェストが設置されているので、ちょっとした冒険気分も味わえます。少し中を覗いてみましょう。
ちょっとびっくりしました。ここのレバーをあれこれ操作すると、どこかの通路が開いてお宝が手に入ります。すべて話してしまうと実際体験する際の驚きがなくなるので、ここまでにしておきますね。それと雨の日の竹林はとても風情があっていいですね。日本人のわびさびの心が刺激されます。リビッツ。リビットと呼ばれる小さなカエルの村人がたくさんいる沼地の村を追加します。リビットは演奏好きで、時々集まって音楽を奏で始めたりします。園芸家、商人、漁師、魔術師、そしてもちろん無職のリビットもしっかり存在しています。園芸家は畑に水やりをして植物の成長を助けてくれます。商人が取り扱うのはトードスツールと呼ばれる食用に適さないキノコブロックや沼ランタン、楽器のマラカスやモッドで追加された苔むした板材などです。漁師はウーパールーパーや熱帯魚入りのバケツ、魚、エンチャントされた釣り竿、アメジストのかけらなどを売っていますね。物珍しいものは特にありませんが、ちょっと入手しにくいものなのでありがたいですね。魔法使いは時たまプレイヤーにバフをかけてくれます。跳躍力上昇をかけてくれましたね。リビッツはバニラにはないブロックが追加されますが、とても雰囲気の良いテクスチャで、どちらかといえば陰鬱とした沼地の印象を一気にメルヘンに仕上げてくれます。もしカエルが苦手でないようであれば、この素敵な世界観のモッドをぜひ追加してみてください。それではほんの少しリビッツの演奏会を覗いてみましょう。とても癒される音楽を奏でています。途中で演奏を抜け出す自由さが可愛らしいです。今回は極力バニラと親和性の高い村を厳選してお届けしました。本日紹介したモッドやデータパック、どれか一つでもあなたの心に響くものがあれば幸いです。週末の夜、お茶やお酒を片手にゆったりと楽しんでいただけたのであれば幸いです。次回もお時間のある時にふらりとお立ち寄りいただければ嬉しく思います。さて、そろそろ閉店のお時間となりました。本日はこの辺りで店じまいとさせていただきます。ご来店誠にありがとうございました。あ、チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。それではまたのご来店をお待ちしています。